本日の動画は猫の粗相とは、粗相に対する心構え、痕跡を見つけよう、解決の3ステップ、以上のような内容となっております。今日は、猫に関する悩みの人気投票では必ずと言って良いほどベスト3に食い込んでくる人気者、みんな大好き猫の粗相についてです。ゆきみちゃんが、タイムリーに先日粗相をしでかしてくれました。相変わらずゆきみちゃんは仕事を増やしてくれる天才ですね。おかげで私は休日でも暇な時間を過ごさずに済んでいます。ちなみに粗相という単語、大学生のコールだと思っている方が 10% ぐらいいそうなので、一応解説しておくと、猫がトイレ以外の場所でトイレをやらかしてしまうことです。ゆきみちゃんの粗相の現場をお見せできればよかったのですが、床がおしっこの海となっている惨状を見た瞬間、片付けなきゃと思うより先に、録画しなきゃと思えるほど、私、身も心も YouTuber として染まりきっているわけではありませんので、すでに片付けは完了しています。申し訳ございません。一応再現するとこんな感じです。これ、水ですが、おしっこだと思ってください。ほんの目と鼻の先がトイレなのに、何故ここでしてしまったのか。あともう少しだったじゃんと言いたくなる状況ですが、私はこれは間に合わなかったのではなく、あえてここでしたものだと考えています。ということで、本日は猫の粗相について解説をしていきます。まずはじめに、本件に関して一番大事なことをお伝えしておきたいと思います。このくだりから始まる説明は決まって具体的な話ではなく、退屈な精神論や概念の話と相場が決まっております。はい、その通りでございます。今回もご多分に漏れず、心構えから入っていきたいと思います。つまらないかもしれませんが、退屈しないよう猫の可愛い映像を流しておきますので、ぜひ、最後までお聞きの上、心に留めてください。一番大事なこと、それはですね、あなたが粗相を見つけたとき、怒って猫を叩いたり、大声で叱らないことです。ちょっと想像してほしいのですが、例えば自分の子供が、子供がいない人は、他に大切な人が、大切な人もいない人は、自分でもいいのですが、何か悪いことをしたとします。その時、頭ごなしに叱るよりも、なぜそんなことをしたのか、理由を聞きたくなりませんか？もしくは聞かれたくありませんか？悪いと知っていながら、あえてその行為をするということは、何かしら理由や主張があるはずです。これは、猫も同じだと思います。猫だってわざわざ好き好んで自分の縄張りである家の中に汚いものをばらまきたくはないはずです。マーキングという意味があるかもしれませんが、それはトイレの数がちゃんと適正であればトイレで十分なはずです。ちなみに、これは何も猫がかわいそうだからという理由だけでそう言っているわけではありません。飼い主であるあなたのためにもその方が良いと私は思っています。猫は、扁桃体という脳の器官が発達しておりまして、ことさら怖い記憶をよく覚えておくようにできています。猫は、ハンターのイメージがありますが、食物連鎖のピラミッドでは中間層に位置しており、捕食される側としての側面も持ちます。そのため、生き延びるには恐怖の対象、つまり捕食者から、すぐに逃げられるよう、恐怖に敏感に生きていかなければならなかったんですね。皆さんもちょっとした物音で猫がびっくりして逃げたという経験をしたことがおありかと思います。そのため、猫に行き過ぎたしつけをしてしまうと、飼い主を恐怖の対象として認識するようになってしまいます。布団や、大事な家具を汚されてカチンとくる。これは死後ですね。その気持ちは私にも痛いほどわかりますが、せっかく築いた猫との信頼関係をぶち壊したい人以外はぜひやめてあげてください。ちなみに信頼関係をぶち壊したい人も、動物虐待は、動物愛護管理法第44条1項により2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課されますので、ご自身のためにもぜひ猫に負担のかからない別の方法を考えてあげてください。それではまず粗相を見つけたいと思います。
運よく粗相の現場を見つけられれば良いですが、隠れてこっそりやっていないとも限りません。そんな時、まだ21世紀ではありますが、秘密道具を使っていきましょう。ブラックライト。これをおしっこに当てると、あら不思議。猫のおしっこが光って見えます。4次元ポケットもスペアポケットも持ってないよというね、残念な人でも Amazon でポチれば配達員さんが届けてくれます。説明欄にリンクもあるので、興味がある人はぜひ試してみてください。使用する場合は直接猫や人に向けないようくれぐれもお気をつけください。ではまずトイレ付近を見ていきましょう。バッチリ見えますね。あれ、壁際が光っていますね。これはおしっこでしょうか。でもそれにしては少し位置が高いように思います。それにやたら均等に光ってますね。試しに天井を照らしてみたところ、同じような光が見えました。さすがにこれがね、おしっこだとすると、どれだけ荒ぶったおしっこをしているんだと突っ込みたくなってしまうので、おそらく壁紙が光っているだけでしょう。続いてトイレを撤去して、さらに調査を進めていきましょう。あれ、ゆきみちゃんがまさかのこのタイミングでトイレにいらっしゃいました。見てはいけないと思いつつ、しっかりカメラに収めさせていただきます。ゆきみちゃん、そこはさすがに液体と言われている猫でも厳しいんじゃないかな。それに、先ほど用を足したばかりなのに、何故にこのような行動をとっているのでしょうか。ゆきみちゃん、下の階に潜り込むのは諦めてくれましたが、まさかの続けざまに、ビッグな方も催したご様子です。見てはいけないものを見てしまったと思うより先に、録画しなきゃと思ってしまった私は、すでに身も心も YouTuber として染まってしまったようです。先ほど全く逆のことを言ったような気もしますが、その時々で都合のいいように生きるのが人間というものです。ということで調べていきましょう。特段、トイレの下などに漏れている様子もないですね。ここは問題なしです。続いて第2のトイレですね。こういったね、配線があるところにトイレを置くのは、本来、漏電の危険があり、非常にね、危険なのですが、我が家ではね、仕方なくこうしています。というのも、ここ、実はトイレがなかった頃に、ゆきみちゃんが勝手にトイレだと認識して、おしっこをしまくってしまい、本当に漏電騒ぎになりました。その一件があってから、コードの頭はすべてテレビ台の中にしまい、あえてトイレを設置することで、漏電の危険を回避しています。もっとね、こんないい方法があるよという方がいらっしゃれば、ぜひご教示いただけると嬉しいです。では調査していきましょう。ありました。これはまさしくおしっこの跡ですね。こちらもトイレのそばにしてしまっています。電気をつけてみると気づきにくいですが、確かに跡がありますね。続いては第3のトイレ。この猫部屋について調査を進めます。絨毯の上に猫砂が飛び散っているのがわかります。絨毯、目に見えない汚れがいろいろついていそうですね。わ、これはホラーですね。いつもは可愛いぬいぐるみも、こう見ると悪意を持って人を怖がらせるために作られたとしか思えぬ造形です。では調査を続けましょう。トイレの周りは問題なさそうですが、ありましたね。はい、おしっこの跡です。しかしここは猫が入れる隙間ではないので、間違っておしっこが飛び散ってしまったものと思われます。男性諸君は他人事とは思えませんね。急ぐとも心静かに手を添えて、外に漏らすな松茸の雫。なんかこんなことやってると某子供探偵になったような気分になります。しかし残念ながら私、見た目はおじさん、頭脳もおじさん、ついでに体力もおじさんです。では、次はね、猫が粗相をしてしまった原因について探っていきましょう。原因なんですが、残念ながらいろいろあるので、一概にこれということはできません。ただ一つ確実に言えるのは、いつもと違うことがあって、それがね、猫にとって不満なことだったということです。
真実はいつも一つですので、原因については皆さん一人一人が心に手を当てて考えてみてください。それじゃ何の解決にもなってないじゃないか、バーローという方向けに主な原因をご紹介いたします。ちなみに、私の推理では、我が家の原因はこれです。うちの例では、粗相された現場を見つけたとき、トイレがおしっことうんちでいっぱいでした。トイレの掃除をうっかり忘れてしまっていたんですね。次の日からは反省して、掃除の回数を1日1回から2回に増やしたところ、粗相はピタリとなくなりましたとさ。はい、我ながら少年探偵団もびっくりの名推理でした。ゆきみちゃんがもし喋れる猫だったら、仕方なかったんだ、と諦めて自白をし出す頃合いですね。ということで、皆さんも猫の粗相を見つけたら、次の3ステップですっきり解決してみてください。1、怒って猫を叱らない。2、いつもと違うところを探す。3、蝶ネクタイ型変声機を使って犯人を自白に追い込む。それでは、本日は以上となります。週末はね、生配信をやってたりもしますので、ぜひチャンネル登録の上、生の猫たちの姿をご覧いただければと思います。それからママブログもやってます。私ではね、ご紹介できない、猫たちの昼の顔も見れますので、ぜひ覗いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。それじゃあ、バイバイ。